昨日、逆襲のシャアの特報版をオマージュしたニューガンダムが登場する PV が公開されたかと思いきや、本日の朝方、オープニングテーマに載せた PV が公開されました。いよいよ、映画公開が今月末に迫り、第1部がテレビ放映されたり、公式では各所に偽マフティーが出現する画像が投稿されたりと盛り上がりを見せています。第2部制作開始当初の話では、原作のままやったら持たないからやめろと富野氏に言われていたことが明かされていましたが、実際のところどんな内容になるのでしょうか。今回は最新 PV までの情報からわかるキル系の魔女全体像について解説考察していきたいと思います。なお、本動画は原作小説及び劇場版第1部のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。まずテレビスポットの PV では冒頭にハサウェイ、ガウマン、ゴルフ、シベットの4人が映し出されました。ここでハサウェイは正面切っての戦闘になると覚悟を決めた発言をしています。このセリフは原作小説でオエンベリへ向かう前に発言したものなので、ここからオエンベリ戦が始まるとわかります。またこのセリフ、実は重い意味を持っています。なぜならマフティーという組織そのものが正面戦闘に向かない部隊だからです。原作小説の第2部までのマフティーの戦い方は一貫して奇襲中心でした。少数精鋭で素早く現れて要人を排除し、すぐに撤退する。真正面から軍と打ち合うような戦力は最初から持っていません。しかしオエンベリへ向かうこの作戦は違います。ここから先はいつもの奇襲では済まなくなる。オエンベリ方面で戦闘になった場合、マフティーはキンバレー率いる正規軍ほぼ全軍と真正面からぶつかることになります。つまりこの作戦は勝てるかどうかではなく、生きて帰れるかどうかすらわからない極めてリスクの高い出撃です。このシーンはその覚悟を決めた出撃メンバーを描いている場面だと考えられます。ちなみにこの4人のうちモビルスーツパイロットはハサウェイ、ガウマン、ゴルフの3人。シベットはサルフライトシステムであるギャルセゾンのキャプテンです。そのためこの出撃ではダバオ襲撃時のようにバリアントからギャルセゾン数機で出発してオエンベリに向かう構図になります。次のシーンではクシーが海中から浮上し、そのまま空へ上がっていく描写が入ります。この時のクシーはすでにミノフスキーフライトを起動しており、いわゆるフライトモードの状態です。この演出は原作小説で描かれているオエンベリへ向かう前の機体の機密性チェックを映像化したものだと考えられます。原作では出撃前にクシーの機密性と各部バリアの作動確認を行う場面があります。特に機密性の確認については水中に沈めるのが最も確実だと説明されており、今回の海上浮上シーンはその再現と思われます。つまりこのシーンは単なる演出的な登場ではなく、本格的な戦闘に入る前の最終安全確認を意味しています。ここで注目したいのがクシーが持つビームバリアの性質です。クシーのビームバリアはミノフスキーフライト使用時に発生する空気抵抗を低減する目的で使用されています。しかしそれだけではありません。原作小説第3部ではペーネロペーとの戦闘中、クシーのビームサーベルによりコックピットへの致命的な一撃をペーネロペーがビームバリアで防ぐ描写が存在します。このことからクシーのビームバリアも単なる補助機構ではなく、防御兵装としても機能していると考えられます。さらに原作第2部のオエンベリ戦では追尾してくる敵機のミサイルや実弾に対してサンドバレルで防ぐ場面があります。この時ハサウェイはガンダムには敵の攻撃を防ぐ最後のバリアがあるが、今はその必要はないと判断しています。つまりクシーには本命の防御手段としてビームバリアがあり、それを温存していることを意味しています。この描写を踏まえると、クシーのビームバリアは一般的なビーム兵器専用バリアであるアイフィールドとは異なり、実弾兵器に対しても一定の防御力を持つことが考えられます。つまりこの海上浮上シーンはクシーガンダムの最新兵器としての非常に高い完成度と、これから始まる戦闘の苛烈さを静かに示している重要な場面になると思われます。浮き上がりの際、多少前に動いているとはいえ、あからさまに後ろ側にだけ水しぶきが偏っているのもミノフスキーフライトのバリアを展開しているがゆえの演出なのかもしれません。
そして次に映るのがケリアとイラムの2人のカットです。これも明確に出撃前のシーンであり、全体の流れとしては原作小説と同じ位置づけの場面になります。実際この場面では原作小説と同じケリアのセリフが使われています。一方でイラムが発している俺一人でも最後まで行くよというセリフは原作小説には存在しないものです。この点は映画版ならではの追加要素だと考えられます。原作小説第2部ではクシーが水中に入る直前にメカニックのジュリアとハサウェイが会話を交わすシーンがあります。このジュリアは原作ではトップレスの女性として描写されています。しかしさすがにその描写を映画でそのまま再現することは難しく、映像化にあたって演出や設定の調整が入ったと考えられます。その流れの中でキャラクター同士の関係性や覚悟を補足するためにセリフや役割を一部組み替えている可能性があります。イラムの新規セリフもその調整の一環として追加されたものなのかもしれません。その後レーンが何らかのモビルスーツで戦闘に参加しているかのような演出が挿入されています。一見すると次のカットでコックピットから外の敵を見ている描写に切り替わったように見えます。しかしよく見るとモニターに映っている敵機はギャルセゾンではなく連邦軍のサブフライトシステムであるケッサリアであることがわかります。判断のポイントはスラスターの配置です。このカットでは十字に強く光るスラスターが確認できます。この特徴はケッサリアのものと一致します。つまりこの描写はギャルセゾン視点ではなく連邦軍側の機体が戦闘空域に展開していることを示しているカットだと考えられます。そしてその流れで空から降り注ぐビームをクシーが回避するシーンへとつながっていきます。ここで注目したいのがクシーの追加装備です。一見すると大きな追加装備は確認できませんが、よく見るとビームライフルの下部に何らかの追加ユニットが装着されているのがわかります。バンシーノルンのリボルビングランチャーのようなものなのか、ただのエネルギーパックなのかわかりませんが、カーゴピサから回収できた武装の一部だと思われます。ちなみに第1部ではマクシミリアンが武装一覧表を見ていた際、インデックス1と書かれたページを見ているので、追加装備がインデックス2に書かれているのだと考えられます。そのためこの映像に映るクシーは第1部で海中に失われた装備とは別にカーゴピサから回収できた範囲の追加装備の一部のみを施した暫定仕様で、物語終盤でカーゴピサに残されていた本来の追加武装のサルベージが完了し、追加装備を完全に装着したクシーが本格的に活躍する展開になる可能性があります。さらにこの戦闘シーンの背景にも注目すると、周囲は森林や市街地ではなく荒野のような地形が広がっています。オエンベリ周辺は森や町が存在する地域なので地形の特徴が一致しません。このことからこの戦闘はオエンベリではなくエアーズロック方面へ向かう途中で発生した戦闘だと思われます。そしてこの映像の一番最後ではかつての特報版オマージュな演出で薬莢をばらまきながらバルカンを撃つニューガンダムが登場しました。非常に印象的で、まるでクシーガンダムよりもニューガンダムの方が主役なのではないかと錯覚してしまうほどです。しかし第1部ではオープニングムービーとして劇場版逆襲のシャアの名シーンを CG で再構成したものが挿入されていました。そのため今回のニューガンダムのカットも第2部のオープニングムービーの一部である可能性が高いと思われますし、いくらなんでもニューガンダムが物語に直接関わるわけではないと思われます。ただ今回の第2部では映画版逆襲のシャアの実系列準拠のハサウェイがなぜマフティーに参加することにしたのか、過去にチェーンを打ってしまったことがどのようにハサウェイの心の傷になったのかが描かれると思われるので、その中で過去の回想シーンとして新規映像版逆襲のシャアの一部が見れる可能性はありそうです。また PV では未だ一切登場していない本作のキーパーソンが一人存在します。それはブライト・ノア。本作のタイトルキルケーの魔女はそもそも第2部発表当初の仮名称はサン・オブ・ブライトでした。サンが息子を意味するのか太陽を意味するのか不明でしたが、初期名称からして原作第2部にはブライトが登場するので、ブライトが過去の回想をするシーンがあって、そこで
ニューガンダムとアムロの新規映像が出ても不思議ではありません。このあたりは劇場で見てのお楽しみということなのではないでしょうか。お次はオープニングテーマに合わせたムービーシーン。こちらでは明らかに原作にはなかった新規演出のヒントも見られます。まず冒頭ではクスタフ・カールが人々を蹂躙する姿が描かれています。これは原作のキンバレー軍のオエンベリ虐殺シーンでモビルスーツの手で人が握りつぶされたり踏みつぶされたりする場面です。よく見るとこの映像の左下には日付と時刻が記録されています。原作ではオエンベリにおいてキンバレー軍が偽マフティー軍を徹底的に蹂躙する場面が描かれています。その際偽マフティー軍はビデオ撮影を行いその虐殺の様子を記録しています。この映像は連邦軍の腐敗と非人道的な実態を世に知らしめる証拠としてテレビ局を通じて放映されているのでそのビデオ映像の一部だと思われます。ただしそのテレビ放送はハンドリー予算が動きもみ消されることになり連邦による情報操作やハンドリーの暗躍が浮き彫りになっていきます。本作では連邦軍の暴力性とそれを隠蔽しようとする権力構造をどう描くのかも大きな見どころの一つになるのではないでしょうか。そしてバリアントの艦内の様子やギニの香港での別荘と思われる家といった演出がなされる中クシーを操縦するハサウェイと敵の攻撃が映ります。ハサウェイのコックピット視点を見る限りエアーズロック周辺やオーストラリア内陸部での戦闘シーンのように見えます。ここで気になるのがクシーが避けるミサイルの軌跡です。明らかに90度以上くっきりと曲がるものがあります。第1部が上映された際に明かされた設定の中でファンネルミサイルは一度だけ曲がるというものがあります。そのため第1部最後のクシーがファンネルミサイルを撃った際にはファンネルミサイルと通常のミサイルを織り交ぜることで迎撃されにくいようにしていました。今回はそのファンネルミサイルがクシーに向かって飛んできています。つまり映っていない敵はペーネロペーです。原作第2部ではクシーとペーネロペーが戦う描写はありませんがオーストラリア内陸部と思われる場所で2機が戦うシーンが追加されていることになります。ペーネロペーは従来のファンネルミサイルを装備しつつ何かしらの追加武装を持った新形態になるということではないでしょうか。ちなみにこの時のクシーを拡大してみましたがパッと見は何かが変わっているようには見えませんでした。とはいえさすがに何も新型が出ないとは思えないのできっと終盤のペーネロペー戦で追加装備仕様が出るのではないでしょうか。またクシーがメッサー6機と行動するシーンでは同じく追加装備らしきものは見られませんが第1部でガウマンのメッサーがなくなっているのでその補充機として新規デザインのメッサーが投入される可能性もありそうです。ということで以上最新 PV からわかる情報まとめでした。個人的には映像美が素晴らしい作品という印象を受けますが本作では特にハサウェイがどのように過去を引きずっているのかそして欲望と責任にどのように向き合うのかといったヒューマンドラマも面白くなりそうな感じがしています。皆様が楽しみなこともぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せしますのでよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。